いらっしゃいませ。また来てくれたのね。今日も一日お疲れ様でした。モッドやリソースパックをゆったり紹介するモッドラウンジゆかりへようこそ。ここでは週末の夜をちょっとゆったりお茶やお酒を飲みながら見ていただけるような緩めの紹介動画をご提供いたします。今日はマインクラフトのグラフィック表現を大幅に向上させ、世界への没入感を高めるシェーダーパックたちを公式情報と個人的な感想を交えつつご紹介します。現在マインクラフトには100種類以上のシェーダーパックが存在しています。その中でも今回は過去1年以内にリリースまたは更新されたものに絞ってご紹介します。さらにその中から私の環境で不具合が発生したもの、恒常的なプレイには不向きと感じたものは除外し、普段使いに適したシェーダーパックに厳選しました。それでは早速始めましょう。それでは紹介を始める前に軽く説明をしたいと思います。検証設定はシェーダーパックはすべてデフォルト状態、ビデオ設定は描画距離のみを30に変更。そのため前半に紹介するシェーダーパックについては画面の格付きが見て取れます。これは後半のシェーダーパックがどれほど軽快に動作するかの差が分かりやすくするための措置です。描画距離を低くすればするほど軽快に動作しますので、実際にご使用の際はあなたの PC に合った描画距離に変更してください。また相対的に判断しやすいよう 1% ロー FPS 値の低い動作の重いシェーダーパックから順に並べています。そのため軽量なシェーダーパックをお探しの場合は動画の後半を参考にしていただくといいでしょう。平均フレームレートではなく 1% ロー FPS を採用した理由は、一時的にフレームレートが落ち込む瞬間、いわゆるスパイクにも注目し、どの場面でも格付きの少ない快適なプレイができるかどうかを重視したためです。1% ロー FPS はそうした最低限の快適さを測るのに適した指標です。なお、この快適さの判断基準はあくまで私の PC 環境での計測結果に基づいています。そのため私の PC では快適に動作していたシェーダーパックでもあなたの PC では同じように動作しない可能性もあります。もちろんその逆もまたしかりです。その点につきましてはあらかじめご了承いただけますと幸いです。それでは紹介を始めましょう。Astralex Shaders。 非常に高いカスタマイズ性と多数のプロファイルを持つシェーダーパックです。このシェーダーは特徴的な機能を備えています。セルシェーディング、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド風トーンマップ、惑星やムジュラの仮面風の月、星座、流れ星、鳥の描写、星雲、レティクル、照準、エンティティのフラッシュ、CRT 風エフェクト、リアルな雨粒表現。様々な楽しい設定がデフォルトでは無効になっているため、ぜひデフォルト設定以外も試してほしいシェーダーパックです。ただし、今回計測した中では負荷の高い部類に入るため、そこそこの PC 性能が必要になりますのでご注意ください。夜間の照明が作り出す光と影が美しく、街並みにはっきりとした陰影のコントラストを作り出しています。そして夜空はそれに負けないほどの賑やかさを演出するオーロラ、輝く星々、そして何より巨大な月がこのシェーダーの特徴でしょう。豊富な設定項目を変更することにより、さらに素晴らしい夜空にすることも、もっと落ち着いた設定にすることも可能です。私の PC では少々重めのシェーダーですが、
プレイステーション1風の粗いドット調やボーダーランズ風のアウトライン付きのセル調などのユニークなプロファイルがとても魅力的なシェーダーパックです。PC 性能に自信のある方はぜひ最高設定のプロファイルをお試しください。Noble Shaders. 見た目の美しいグラフィックと光のシミュレーションによってマインクラフトの体験を向上させるシェーダーパックです。現実的な描写を目指しているためフレームレートの数値は芳しくありませんが、もちろん軽量な設定にも調整が可能です。明るい空と透明感のある水、そして明るい白色系ブロックがとても爽やかな雰囲気を演出しています。人によっては眩しさも感じるかもしれません。その際は設定でコントラストやガンマ設定を調整することをお勧めします。夜空は満天の星が輝き、空に浮かぶ月は遠く離れています。夜間の表現は明暗がしっかりしており、現実に寄せられているのが見て取れます。水上は暗黒状態で、地上も照明がなければ活動に支障をきたす暗さになっていて不便さも感じますが、それも込みで現実感を演出しているとも言えます。色彩が強調されていない自然な色合いのシェーダーを求めている方におすすめのシェーダーパックです。照明の色の設定が色温度、ケルビン値で設定できるところが珍しく、現実に即した調整がしやすいのもポイントです。赤に近い色から青白い色までお好みに合わせて設定してみてください。Silly Wankor Shader. マインクラフトのバニラ風の見た目を保ちつつ、他のシェーダーと同様のシェーダーらしい機能を持たせることを目的としたシェーダーパックです。バニラ同様の水面でありながら透明感を持つため、水中の様子が見えるのが嬉しいですね。標準設定ではブルーム強度が強いせいか、白色系ブロックの主張が激しく見えます。気になる方は設定でブルーム設定をオフにするか強度を下げるといいでしょう。ライトシャフトもしっかり表現されていますね。夜間は昼間に比べ落ち着いた明るさを全体的に保っていて、照明をしっかり設置していれば広範囲に照らされるようで、行動に支障が出ないようになっているようです。水面も明るく夜間に明るさを求めるのであれば、このシェーダーは選択肢の一つに入るのではないでしょうか。明かりのない場所では比較的暗いですが、月明かりのライトシャフトが降り注ぎ、神秘的な雰囲気を醸し出しています。夜空の星にはブルームがかかっていて、ちょっと幻想的ですね。Lux V1. BSL シェーダーズをベースにした高品質なシェーダーパックです。デフォルトでは中から高性能な PC ユーザー向けに設計されていますが、幅広い設定オプションが用意されており、自分好みにカスタマイズすることが可能です。ラックスは様々なハードウェアやソフトウェア構成との高い互換性を保ちつつ、美しいビジュアルとプレイしやすさの両立を目指しています。素晴らしい光と影のコントラスト、
透明度の高い水面、そして優しい雲の表現と円形の霧の濃さが特徴的なこのシェーダーは、一度は試してほしいシェーダーパックの一つです。夜は若干青みがかっていて、デフォルトでオーロラや流星が観測できるため、とても神秘的な雰囲気を醸し出しています。そしてそれらが水面に映し出される様は大変幻想的で美しく、夜の水辺の散歩が楽しくなりそうです。とても落ち着いた色彩で空気感も澄んでいるような表現になっていて、比較的現実寄りの設定に感じました。コンプリメンタリーシェーダーズと比較すると雲の描写が控えめに見えますが、設定を変更することで調整可能です。Seraphic shaders. リアルな描写と高度な最適化を両立しており、息を飲むようなライティング、ダイナミックな影、そして鮮やかな雰囲気を演出します。あらゆる PC 構成のプレイヤーに向けて設計されており、パフォーマンスを損なうことなく、滑らかな動作を実現します。建築、探索、戦闘など、どんなシーンでも過剰にならずに体験を引き立てるよう設計されているようです。しかし現状では簡単に変更できるプロファイル設定は用意されていないため、各設定を一つ一つ調整する必要があります。比較的新しいシェーダーのため、これからの更新でどのように変化していくのかが楽しみです。夜空はそれなりに明るく、多くの星が輝いています。その反面地上は暗く霧の多い雰囲気ですが、ランタンの明かりが暖色系でとても温かみと優しさを感じ、若干の暗さは演出の一つとも言えます。手持ち動的光源機能はないため、夜間の活動は多少辛いですが、別途ダイナミックライト系モッドを導入して、このシェーダーの暗さを楽しんでみてください。ダイナミックライト系モッドに関しては、エンベディウムやソディウムの解説動画で触れているので、ぜひ見ていってくださいね。待ってますよ。Kappa shader. リアルでありながら、自然な見た目を目指したシェーダーパックです。他の多くのシェーダーのように、物理的に正確な値や数式をそのまま使うのではなく、自然界で実際に見られる現象を再現するために、正確な計算をベースにしつつも、調整が加えられています。空に浮かぶ雲の美しさや、水上から見る水中の描写はとても素晴らしく、撮影にも向いていると感じました。夜間は照明がとても強調されていて、
眩しくも感じる設定が特徴的で、地上では明暗がはっきりしている印象を受けました。暗がりでは彩度が落ち、とても良い雰囲気を出しています。もちろん設定でブロックライトの強度を調整できるので、空や水の設定が気に入ったけど眩しいなと感じる人は調整して使用することをお勧めします。Fast PBR. その名の通り、高速動作を重視しながらも高品質なビジュアルと PBR 物理ベースレンダリングによる大気表現を実現したシェーダーパックです。空と水の表現も美しく、エメラルドグリーンの砂浜を思い起こさせる色合いは、砂浜周辺での建築をより一層引き立ててくれそうです。その反面白色が強いため、若干眩しくも感じますが、設定で調整することが可能なので、自分好みに調整してみてください。夜間は比較的暗いですが、明暗差のコントラストがしっかりしており、照明があれば夜間の活動はそれほど苦ではなさそうです。無彩色に近い青みがかった夜空に昇った月が雲を照らし、大小さまざまな星が輝いているのもいいですね。ランタンが温かみのある色を放ち、若干主張していますが、先ほどのカッパと比較するとそれほど眩しすぎず、ちょうどよくも感じます。もちろんブロックライト設定でさらに明るくも暗くもできるため、そのあたりはさほど問題ではないように感じます。水辺付近の村落を遠くから望むと、ランタンや松明の強調された明かりが幻想的で素敵な夜景を見ることができますよ。Nostalgia Shader. シェーダーモッドが登場した当初の古き良きシェーダーパックの雰囲気を再現することを目的としたシェーダーパックです。ただし、単なる再現にとどまらず、現代的な新機能や優れたパフォーマンスも取り入れています。デフォルトで2層の雲が表現されていたり、円形の霧表現が自然だったり、古き良きにとどまらないものを感じます。若干眩しいと感じる方も出てくると思いますが、設定でガンマや明るさ調整も可能なため、自分好みの設定を見つけてみてください。夜間は月光の青い光が降り注ぎ、ランタンの暖色系と合わさってとても美しい世界観を作り出しています。雲に当たる月光の表現もなかなか素敵ですね。照明がなくても比較的明るいため、夜間行動は特に問題ありません。しかし照明は若干眩しく、必要であれば他のシェーダー同様ブルーム設定やブロックライト設定を変更することをお勧めします。話は変わりますが、設定でフレーミングツールというものがあり、スクリーンショット撮影時に使えそうな画面分割線が出てきます。しかし、画面分割線も一緒に撮影されるため、この機能自体が謎な存在です。使い方、知っていますかU-Shader. このシェーダーの制作者が長い間個人的に使用していた改造版ソニックイーサーズアンビリーバブルシェーダーズ V10.1 を再現したシェーダーパックです。ただし、ボリューメトリッククラウドやフォグなど当時存在しなかった多くの新機能が追加されているため、初期設定のままでは SEUS
V10.1 よりもパフォーマンスが高いとは限りません。しかし、設定を調整すれば、SEUS V10.1 を大きく上回るビジュアルと性能を実現可能です。当時、もしくは現在も SEUS を愛用されている方は、一度体験してみることをお勧めします。夜間の照明はかなり主張が激しいですが、ブロックの形状が塗りつぶされるほどは発光していません。全体的に暖かく明るく強く発光している表現になっています。もちろん設定でブルームもブロックライトの強度も変更可能です。このシェーダーは暖かい幻想的な光の夜を求めている方にぴったりのシェーダーパックです。Rethinking Voxels. コンプリメンタリーリーマジンドをベースにしたシェーダーで、ファストレーシング系シェーダーと比べて、高速ながらもブロック光源が鋭い影を落とすように調整されています。現在、このシェーダーのライティングシステムは完璧ではないようです。光の処理方式の特性上、突然の明るさの変化が起こることがあります。これは、パフォーマンスを維持しつつ、鋭い影を実現するための副作用であり、完全に取り除くことは困難とのことです。もし影を犠牲にして明るさの変化を抑えたい場合は、リシンキングボクセルスの設定内にあるピクセル単位ライティングを無効にしてください。Linux 上の AMD GPU で開発されているそうなので、NVIDIA 系では何かしら不具合が出ても発見が遅れるそうですよ。夜間の照明表現はとても自然で、ほんのり温かみを感じる程度のランタンの明かりが優しく照らしています。照明が作る影も他のシェーダーと一線を画し、素晴らしい陰影を作り出しています。現実世界の少しシネマチックなこの夜間照明は他のシェーダーにはない特徴です。不具合はあるものの、この影表現は素晴らしいものがあるので、今後の発展に期待が持たれます。Aurora's Shaders. コンプリメンタリーアンバウンドをベースにしたシェーダーパックで、ディスタントホライゾンズにも対応しています。このシェーダーは、美しくカラフルなライティングによって、ゲームのビジュアルを驚くほど美しくしつつ、バニラの雰囲気と快適なパフォーマンスを両立させています。多くのシェーダーがマインクラフトをリアルやファンタジーに寄せようとする中で、このシェーダーはマインクラフトの良さをそのまま引き立てることに特化しています。つまりリアルでも別世界でもなく、より良いマインクラフトを目指したシェーダーです。オーバーワールド、ネザー、エンドのすべてのディメンションが美しく調整されており、かつてないほど魅力的な見た目を実現しています。鮮やかなサイドに調整されており、楽しい気持ちでプレイできること間違いなしです。
コンプリメンタリーアンバウンドの落ち着いた夜間照明を維持しつつも、彩度が高めに設定されているため、ウキウキでお酒を飲みに行く心情を表したかのような明るい絵作りになっています。そして、星空も美しく、設定変更することにより星雲も表示することが可能です。昼間も鮮やかでいいですが、夜を賑やかに過ごしたいあなたにぴったりなシェーダーパックになっています。BSL Shaders。明るくカラフルで独自の雰囲気を持っているこのシェーダーは、割と定番に入る部類のシェーダーパックです。私の環境では 1% ローも 60fps 付近という結果が出ており、ゲーム全編を通しても比較的安定したプレイが望めます。空気感がうすらですが青白く、雲の形状も綿菓子のようなのがとても特徴的です。もちろん設定で調節は可能で、色味だけではなく、雲の形状や大きさ、変化速度なども変更できます。どのシェーダーパックにも言えることですが、デフォルト状態で部分的に気になるところがあっても、設定で自分好みに変更できるので、いろいろ試してみることをお勧めします。夜間の空気感は若干冷たい印象を受けますが、ランタンの明かりが暖色寄りのため、全体的にはそれほど寒々しい印象はありません。ブルームも程よい程度で、ブロックライト強度もそれほどでもないため、デフォルト設定をわざわざ変更するのが、億劫な方にはちょうどいい夜加減になっていると思います。全体的に明るく、かつ明暗差が低めのため、夜間行動にもそれほど支障がないのもありがたいですね。Premarine Shader。 BSL シェーダーズをベースにしたシェーダーパックです。美しいビジュアルを中程度のパフォーマンスコストで提供することを目指しているようです。BSL よりも雲の形状がはっきりしていて、かつアニメーション速度も高めに設定されているようです。そして BSL 独特の青みがかった空気も程よくカスタマイズされていて、 BSL らしさはなくなりましたが、より普段使いしやすい色調に調整されているようです。昼間にしてはランタンのブルームがはっきりわかるのが特徴的です。そしてもう一つ特徴的なのが、デフォルトでブロックの凹凸表現が有効になっているところがとても珍しいです。シェーダーの設定で言うと、ノーマルマップやパララックスオクルージョンマッピングという機能が有効になっているということです。夜間は比較的明るめで明暗差も少なく、問題なく行動できそうです。空が少し特徴的で、雲の上空にうっすら赤から黄色みがかった筋状の雲らしきものが見られます。昼間に気になったランタンのブルームですが、夜間ではそれほど気になりませんが、発光設定で消灯可能なので、気になる方は設定変更してください。そして一番特徴的なのが、開花したツツジや1ブロックの花が発光している点です。これはソラスシェーダーでも同様に光っています。アイコンを見て気がついた方もいるかと思いますが、このシェーダーはソラスシェーダーのクリエイターが制作されています。Opal Shaders。 BSL シェーダーズをベースにしたファンタジーな雰囲気と自然な色味、コントラストを融合しつつ、マインクラフト本来のスタイルを尊重することを目指したシェーダーです。アイリスシェーダーズを使用している場合は、
動的照明用のラムダイナミックライツを導入することをお勧めします。そして雲の形状もバニラを踏襲しつつも BSL 独特の綿あめ質感の雲になっているのも素敵ですね。水面に落ちる影がくっきり見えているのも特徴的です。空気感は BSL の若干青みがかったものを継承しているようです。照明のブルームはかなり抑えられているようで、昼間のランタンはそれほど発光しているように見えないのもポイントです。このシェーダーは夜間の色味が特徴的で、明暗差が激しく、ランタンの発光が赤寄りのため若干暗めの印象になっています。そして大気の色が青みがかっているため、とても不思議な世界観を醸し出しています。Pastel shaders. BSL シェーダーズをベースに開発されたスタイライズされた美的表現に特化したシェーダーパックで、複数のカラープリセットを搭載しています。デフォルトではピンク系ですが、設定変更でブルー系、イエロー系などパステルカラーの雰囲気に合わせて選べるプリセットが用意されています。ゆったりした雰囲気を感じさせるバニラに近いプレー感を保ちつつ、星空が美しく広がる夜空、幻想的な朝焼けや夕焼けが楽しめます。初心者にも上級者にも優しく、簡単かつ自由度の高いカスタマイズが可能です。とはいえ日本語化されていないため、日本人にはそれすら困難です。しかし、クイック設定画面を搭載しているため、多少はとっつきやすいでしょう。デフォルトのピンク系設定の夜間は落ち着いた雰囲気で、明暗差は多少あるものの比較的穏やかです。ランタンと光源のブルームも程よく、とても目に優しい穏やかな夜を演出しています。夜空に浮かぶ雲は星空が透けて見えるほど薄く表現されています。この雲の形状はインサニティシェーダータイプとバニラタイプから選ぶことも可能です。ちなみにインサニティシェーダーはこのモッドと真逆の陰鬱とした雰囲気が特徴のシェーダーパックです。このシェーダーパックの制作者はインサニティシェーダーとヒステリアシェーダーズも手掛けているほか、様々な素晴らしいモッドも開発されています。BSL Shaders Classic. バニラの雰囲気を尊重したシェーダーパックです。バニラの武骨な四角い雲の形状を保ちつつも、ふんわり柔らかい雰囲気に生まれ変わり、大空を流れていきます。水面も雲同様にバニラを維持しつつも透明感が増し、水中を観察しやすく改善されています。もちろん水面への雲やブロックの映り込みや影もしっかり表現されていて、シェーダーの基本はしっかり抑えられています。昼間の光源ブロックの明るさは程よく、それほど気にならないところもいいですね。
夜間は若干暗めですが、明暗さやランタンのブルームは控えめで落ち着いた雰囲気の夜を演出しています。夜空はバニラの黒系ではなく、彩度の低い青系に月光が降り注いでいます。月や太陽のタイプ変更やオーロラ出現設定もできるため、バニラを尊重しつつも設定変更でいかようにも変えられるところがいいですね。エクストラ設定などによくあるアウトラインやトゥーンライトマップを有効にすれば、もうバニラとは思えないとてもポップな世界に生まれ変わります。Solace Shader. モダンファンタジー風スタイルのシェーダーパックです。中程度のパフォーマンスコストで美しく印象的なビジュアルを提供することを目指しているようです。空と雲、水面の描写が美しく特徴的です。昼間の光源のブルームは強めですが、明るい場所ではそれほど違和感はありません。先に紹介したプリズマリンシェーダーと同様に、放線マップがデフォルトで有効になっているため、ブロックの凹凸表現がすぐ体験できるのがいいですね。夜間はとても美しく、夜空にはオーロラと丸い月が浮かんでいます。エクストラ設定ではホタルを有効にでき、ホタルの乱舞を楽しめます。月明かりがかなり明るく地上を照らしているため、明暗差も少なく過ごしやすい夜になっています。そしてもう一つ特徴的なのが、プリズマリンシェーダーより控えめな気がしますが、開花したツツジや1ブロックの花が発光している点です。この発光が気になる方は、発光設定項目に花の設定があるので、それを無効にするといいでしょう。Hysteria Shaders. インサニティシェーダーの後継にあたるスタイライズされた雰囲気重視のホラーテーマシェーダーパックで、高いカスタマイズ性とパフォーマンスを兼ね備えています。フォトンをベースにしたヒステリアは、インサニティと似た雰囲気を持ちながらも、ボリュームクラウドやフォグ、カラーライティング、円形のサポートなど、現代的な機能を多数備えています。天候は薄曇りで、比較的近距離から霧が発生している影響で、円形は深い霧に覆われています。そのため、全体的に陰鬱とした雰囲気が常につきまとい、ホラー系やリアル系のモッドとの相性も抜群です。そして、霧の設定はもちろん変更可能なので、地上の霧や大気の霧、それらを自分好みに変更して、デフォルト以上のノームの世界を作り出すことも可能です。夜間は大変暗く、明暗差もあり、ランタンの明かりも白色系に近く、寒々しい印象を与えています。水は黒く水中を見通せず、何かが這い出てきても気がつかないことでしょう。ホラー系以外にも、都会の無機質なビル群などに使用すると、とても映えそうなこのシェーダーパック、ぜひ一度試してみることをお勧めします。Just colored lighting. 非常に軽量で低スペック PC 向けに設計されたシェーダーです。同作者によるシンプリーアップスケールドをベースにしており、
カラードライティングとダイナミックライトのみを追加したシンプルな構成が特徴です。さらに、オプションで影の描画、テクスチャのアップスケーリング、PBR、物理ベースレンダリングへの対応も可能です。また、ディスタントホライズンとの互換性も備えています。ヒステリアシェーダーズの後に見たせいか、どうしても白飛びしている印象がありますが、シェーダーのコンセプトからして方向性が違いますので、その点はご理解ください。低スペック PC でのシェーダー使用を目的としているため、多くを求めるのではなく、軽量さを求めての選択肢の一つとして選ばれるシェーダーパックです。夜間のランタン照明の発色がほんのり黄色みがかっているのが特徴です。この少し前のバージョンではもっと黄みが強く発色していましたが、どうやら修正されて現在のサイドに落ち着いたようです。このことからわかるように、他のシェーダーパックも含め日々更新され改良し続けられているため、この動画だけで良し悪しは判断できません。それでも大幅に変更されることは稀であるため、多少はシェーダー選びの参考にはなるかと思います。ちなみにプロファイル設定はデフォルトの他にカートゥーン、ファンシー、低スペック向けの影のみのモードなどを備えていて、遊び心と実用性も兼ね備えています。Loop shaders. 優れたグラフィックと高いパフォーマンスを両立することを目的としたシェーダーです。スケーラビリティに優れており、統合グラフィックスから RTX3090 まで幅広いスペックの PC でスムーズなゲームプレイが可能です。雲の形状はバニラを発展させた見た目ですが、もちろん設定でリアル寄りの見た目にも変更可能です。その他にもブロックの凹凸表現や被写界深度によるぼかし機能などが設定変更により使用可能です。水面の色は青みが強いですが、意外と深くまで見通せます。夜間はかなり暗く、明暗のコントラストも低いため、場合によってはヒステリアシェーダーズ以上に暗く感じられることもあります。しかし、ランタンの明かりが暖色系でほんのりと周囲を照らしているため、陰鬱な雰囲気にはなりすぎず、適度な落ち着きが感じられます。Photon shaders. セミリアリスティックスタイルのシェーダーパックです。没入感のある天候システムによって動作する複数のボリュームメトリッククラウドレイヤーにより、毎日異なる空を楽しめます。設定にあるデイリーウェザーシステムが特徴的で、ランダムまたは日ごとに細かく雲や霧の濃さの設定ができ、日々変化する空模様を楽しめることでしょう。水面には驚くほどの透明感こそありませんが、澄んだ湖面を思わせる深い青色が現実味を引き立てています。ランタン照明が多少眩しく感じますが、もちろん設定から強度の変更が可能なので、特に問題にはなりません。このシェーダーは陰影のコントラストがはっきりしていて、引き締まった絵になっていることも人気の一つでしょう。
夜間は比較的明るさを抑えられ、陰影のコントラストも強く、低彩度にまとまっている印象を持ちます。ランタン照明のブルームは控えめで落ち着いており、色は若干白色寄りですが、自然な色合いと言えるでしょう。夜空に浮かぶ月の光が雲を照らす様子は、とても印象的です。デフォルト設定のままでも十分に美しいですが、オーロラや銀河、月の外観、バニラの雲など、空と雲に関する設定が非常に豊富である点も、このシェーダーの大きな特徴と言えるでしょう。Complementary shaders, Unbound. 細部への徹底したこだわり、高品質なビジュアル、そしてトップクラスの最適化が特徴のシェーダーです。高品質なエフェクトを豊富に備え、2種類のビジュアルスタイル、ゲーム内のほぼ全てのブロックに対応するカスタムエフェクト、ポテトからウルトラまでのプロファイルを提供し、ゲームプレイの妨げにならない設計がされています。BSL シェーダーズの改造版としてスタートし、その後多くの大型アップデートを経て、現在では完全に書き直された独立したシェーダーとなっています。このアンバウンドスタイルは、バニラの雰囲気を再構築するリーマジンドスタイルとは異なり、よりリアルで没入感のある表現を追求するスタイルで、リアル思考のプレイヤーに最適です。このチャンネルで常用しているシェーダーパックの一つです。夜間は程よい明暗さを保ちながら、光源のブルームも控えめで、比較的活動しやすい環境が維持されています。私がこのシェーダーを常用し、特に不満な点がなく、長期間にわたって使用し続けているという事実が、その快適さを物語っています。もっともこれはあくまで私の主観的感想で、あなたにとって満足のいくものであるとは限りません。しかし、このシェーダーであれば、そうした好みの違いにも柔軟に対応できます。物足りなさを感じた場合には、雲の形状変更、星の瞬きや銀河を追加し、雨が降れば水たまりができ、やがて虹がかかるといった演出も可能です。そして、これらの機能は、他のシェーダーパックにも備わっていることが多いですが、コンプリメンタリーシェーダーズは、それらをほぼ網羅していると言っても過言ではないほど、非常に多機能です。Makeup, Ultra Fast. ユーザーの PC スペックに応じて柔軟にカスタマイズ可能な品質とパフォーマンスのバランスに優れたシェーダーです。必要な機能だけを選んで使えるので、無駄なリソースを消費することなく、あなた好みのシェーダーを構築できます。基本的なシェーダー機能を持ちつつも高速であることを謳っています。計測値からもわかるように、ビジュアルを保ちつつも、軽量である部類に入っています。空の青さと雲の形状、水の色や質感なども素晴らしく、軽量さを保ちつつも、ビジュアルがおろそかになっていないのがわかります。影の陰影も濃く、画面全体が引き締まって見えるのもいいですね。夜間は比較的暗めでありつつも、ランタンの明かりが暖色系で温かみを保っています。照明のブルームはかなり控えめで、眩しいのが苦手な方にもおすすめなシェーダーです。魂のランタンはほぼ発光していません。プロファイルは9種類用意されていて、エフェクトを完全に無効にした超軽量設定から、被写界深度なども盛り込んだ高スペック PC 向けの設定があるため、どのような環境にも合わせやすくなっています。超軽量設定といっても、それなりのビジュアルを保っているところが、このシェーダーの素晴らしい点です。Super Duper Vanilla.
過去にモヤンが開発を断念したスーパーデューパーグラフィックスパックや他のマインクラフトタイトルのスタイルを伝えるために作成されたシェーダーパックです。バニラ準拠でありながら、印象的な雲の形状や全体的に薄桃色がかった大気の霧、青みがかった透明感のある水面が特徴です。この薄桃色がかった雰囲気は多少和らげる設定を見つけましたが、根本から変更できる設定は見つけられませんでした。この薄桃色がかった雰囲気がお好きな方におすすめのシェーダーです。夜空は青く大きな星が瞬き、水面の色との調和が美しく、ランタンの明かりも控えめであるため、落ち着いた雰囲気になっています。しかし、金属や磨かれたブロック、そして水面の反射率が高く、夜空の星を映し出し、とても独特な世界観を演出しています。Complementary shaders, reimagined. 細部へのこだわり、高品質なビジュアル、そしてトップクラスの最適化が特徴です。数多くの高品質エフェクトが搭載されており、ゲーム内のほぼ全てのブロックに専用の視覚効果が設定されています。また、低スペック向けから超高品質までの複数のプロファイルが用意されており、ゲームプレイの妨げにならないよう設計されています。BSL シェーダーズの改造版としてスタートし、その後、多くの大型アップデートを経て、現在では完全に書き直された独立したシェーダーとなっています。リーマジンドスタイルは、コンプリメンタリーシェーダーズ R5 に標準搭載されている2つのスタイルのうちの1つです。マインクラフトの独特なビジュアル要素を残しつつ、バニラの雰囲気を再構築することに重点を置いたスタイルです。夜間は程よい明暗さを保ちながら光源のブルームも控えめで比較的活動しやすい環境が維持されています。コンプリメンタリーシェーダーズの2つのスタイルは基本的に同じものを違ったスタイルで表現されているだけで、設定を変更することでアンバウンドスタイルにすることも可能です。まあそんな手間をかけるくらいならばアンバウンドスタイルも一緒に導入した方が良いでしょう。Cursed fog. 緊張感や不気味さを演出することを目的に開発されたシェーダーパックです。ホラーテーマのモッドパックにぴったりな雰囲気を作り出すことができます。CRT マスクや映像のアーティファクト、ノイズ効果など多数のビジュアル効果を搭載しています。各種エフェクトはあなたの好みに合わない場合でも、すべてのパラメーターはカスタマイズ可能で、簡単にオン・オフを切り替えることができます。多少強引ではありますが、モッドパックやテーマを掲げた世界であれば、日常使いも可能ということで取り上げました。画面左右の黒帯は、レンズのブラックラインズ設定を変更することで、無効にしたり、さらに狭めたりも可能です。
夜間は濃い闇が支配していて、照明がないと歩行も困難な状況です。手持ち動的光源機能もないため、夜間の外出は死を意味します。ゾンビアポカリプスなどのホラー系サバイバルを演出するにはぴったりなシェーダーパックです。Glimmer. シンプルかつ高パフォーマンスでありながら、見た目はそう感じさせないことをコンセプトに開発されたシェーダーパックです。超軽量から高性能まで対応するプリセット、水面への映り込み、デフォルトでは無光ですが、描画距離の外まで水面が続く視覚効果が特徴的です。ブロックの陰影はあるものの、影は青みがかった柔らかい表現で、優しい世界観を演出しています。夜間は明暗のコントラストがはっきりしており、若干暗めですが、ランタン照明が程よく照らしてくれるおかげで、とても落ち着いた雰囲気になっています。夜空は星が出ているものの、黒一色で味気なく思いますが、地上の明かりを際立たせています。細かい設定は少ないですが、水の透明感や反射、ブルームや手持ち動的光源機能も備えていて、かつ動作も軽量なため、普段使いや低スペック PC での利用に最適なシェーダーパックです。Light shaders. メイクアップウルトラファストの改良版であり、さらなる高速化を目的としたバリエーションです。屈折、カラーシャドウ、被写界深度などの一部の機能は削除されていますが、その分パフォーマンスが大きく向上しています。白色系ブロック、主に砂浜のブルームが激しい設定になっています。しかしブルーム設定が目につきやすい設定の1ページ目にあるため、即時に無効にすることが可能です。設定プロファイルは11種類用意されているため、あなたの PC 性能に合わせた設定が見つかるはずです。メイクアップウルトラファストより若干軽量で、シャープな絵作りになっているようです。美しさと軽量さを兼ね備えているシェーダーを求めている、そんなあなたにぴったりのシェーダーパックです。昼間は眩しすぎたブルームも鳴りを潜め、程よい発光具合になり、落ち着いた夜を演出しています。夜空を彩るオーロラや銀河、星の瞬きの設定などは見当たらないようですが、軽量を売りにしているシェーダーには不要ということでしょう。せっかく軽量なシェーダーを使用していても、あれこれ設定を有効にしていけば軽量ではなくなってしまいます。そうなっては本末転倒なため、設定を削除しているのではないかと考えます。Miniature shader. マインクラフトが持つミニチュアのような雰囲気を大切にしながら、自然で軽量なビジュアル表現を実現するシェーダーパックです。ブロック調の影、水や氷、その他の反射性ブロックへの反射表現、発光ブロックのライティング調整、これらの効果を非常に軽量な処理で実現しており、パフォーマンスを損なうことなく、マインクラフト特有のビジュアルスタイルを維持することを目指しています。
見た目は控えめながらもクラシックで温かみのあるマインクラフトの世界観にさりげない美しさを加えたい方におすすめのシェーダーです。バニラから水面反射や水の透明度、簡易的な影表現が追加された程度にしか見えませんが、小規模な改善ながらも自然な没入感を演出しています。夜間も基本的にはバニラ同様ですが、ランタンなどの温かみのある光源付近の照明効果で、かろうじてシェーダーが入っていることがわかります。先ほどのライトシェーダースより軽量化に振り切った設定になっていて、その分フレームレートも良好な値を示しています。この辺りまで来ると、ビジュアル重視というよりも、軽量であることに重きを置いたシェーダーパックばかりになりますね。一見地味に感じられるかもしれませんが、バニラの雰囲気を崩さずに、ほんの少しの美しさを加えたいあなたにとっては、理想的な選択肢となるでしょう。Dr. Deason's Minecraft Shaders。このシェーダーパックには、水面の反射効果、アンビエントオクルージョン、ブルーム、リアルな被写界深度、モーションブラー、TAA など、様々な機能が含まれています。空の白から青への濃いグラデーションの鮮やかさ、水面の描写やブロックテクスチャの描写も美しく、しかも軽量であることに驚きを隠せません。推測でしかありませんが、霧を濃くして円形描写処理を減らしているのではと考えました。実際問題、通常プレイ時に32チャンク先まで見えることに、それほど意味はないと思っているため、これは良い軽量化方法だと私は思います。プロファイルは3つ用意されていますが、私の環境では画面表示に異常が発生してしまいました。夜空は暗いですが、星がはっきり見え、時には流れ星が流れることもあります。全体的に比較的明るく、明暗差のコントラストは低いため、活動はしやすく思います。光源も控えめで眩しくなく、程よくブロックを照らし、落ち着いた雰囲気の陰影を作り出しています。もし物足りないと感じたのなら、設定変更で調整可能なので、自分好みに設定するといいでしょう。Cinematic Color Correction。色調の変更とブルーム効果によってマインクラフトにシネマティックな雰囲気を加えることを目的としたシェーダーパックです。バニラから彩度と明度を上げ、映画のような色合いに変更。ブルーム効果による印象的な光の演出。設定画面は1画面しかなく、ブルーム設定の切り替えがメインと言ってもいい潔さがあります。ブルームを無効にすれば、ほとんどの PC で快適に動作する超軽量な設計になっています。前述のシェーダーでも動作が厳しい場合には試してみる価値のあるシェーダーパックです。
夜間はバニラより若干明るく、照明もほんの少し明るく感じる程度で、ブルーム自体もほんのりすら感じられません。照明のわずかな光の広がりと、それが作り出すほのかな陰影だけですが、それだけでも十分であるのであれば、このシェーダーを使用してみるのもありでしょう。もうここまで来ると、バニラと何ら差がないレベルになってきましたね。Mellow. 絵画風の美しいビジュアルを持ちながらも軽量で、ゲームを快適にプレイしたい人のために作られたシェーダーパックです。目にも優しく、PC への負荷も少なめなのが特徴です。ブルームと円形の霧表現のため、うっすら白色フィルターがかかっているかのような大気と薄ぼんやりした雲。そして、優しい雰囲気を持ちながらも、ブルーム表現が強調された独特な世界観を作り出しています。もちろん、ブルームの強弱や有効無効の設定はできるので、さしたる問題はありません。かなり軽量でありつつも、シェーダーを使用している満足感も味わえるこのシェーダーパックは、あなたのシェーダー欲を満たしてくれることでしょう。夜間は比較的明るく、かつ彩度も高めでとても穏やかな世界を作り出しています。しかし、影の陰影のコントラストはそれなりにあるため、鮮やかでメリハリの効いた雰囲気になっています。昼間は薄ぼんやりしていると感じた薄い雲の向こうには、星が輝いて見えるのも、なかなか趣があります。昼間は主張の激しかったブルームも、夜間はそれほど調和を乱しておらず、このメリハリの効いた世界観にマッチしているとも言えます。Stracciatella shaders. カラー照明付きの非常に軽量なバニラスタイルのシェーダーで、バニラと相性のいい機能を追加することに重点を置いています。彩度の高い世界、強風に揺れる葉、激しく波打つ水面、強調されたビネット表現が特徴的です。デフォルト設定で、ある程度の速度以上になると現れるアニメ的なスピード線、ヒット時のダメージエフェクト、ブロック選択枠が虹色表現であったりと、他のシェーダーにはない独特な世界観があります。彩度が高く、ともすればバニラよりも荒く見えるビジュアルスタイルは、使用する人を選びますが、何より軽量であることを重視するのであれば、これも選択肢の一つとなることでしょう。夜間は真っ暗闇と言っていいほど暗く、照明がない場所での活動はほぼ不可能です。手持ち動的光源機能がデフォルトで有効なため、オフハンドに照明を所持していれば、多少は活動が可能なレベルとなります。少し前に紹介した DR デステンスと同じ制作者のため、夜空の雰囲気は似ていますが、こちらはバニラの雰囲気に近い明暗さの少ない空が広がっています。とにかく夜が暗く、光源の光量も抑えられているため、冒険の難易度がかなり上がりそうです。だがそれがいい、そういった強者向けの難易度上昇プレイの一助となるシェーダーパックです。CTR-VCR. 昔の CRT モニターやVHS テープのアナログ技術時代の雰囲気をマインクラフトに取り入れるシェーダーです。微細ながらも印象的な映像のアーティファクトや歪みを追加し、アナログ技術ならではのレトロな魅力を再現します。そして
それら特殊なエフェクトを取り除いたプロファイルも存在しているため、最低限の機能を持った超軽量なシェーダーとして使用することも可能です。さてここから3つほどは、おまけ的に限定的に常用できそうなシェーダーパックの紹介となります。計測値をご覧いただければわかる通り、いわゆる色物シェーダーというだけでなく、これまで紹介してきたシェーダーよりも軽量です。詭弁といえばそれまでですが、軽量であるという点においては、常用にも十分耐えうると言えるでしょう。夜間は非常に暗く、しかも手持ち動的光源機能がないため、かなり厳しい夜になることでしょう。しかし、光源さえあれば、それなりの明るさは保たれているので、それほど苦労はしないでしょう。暗い世界とスキャンラインやノイズ表現の影響で、若干視界の悪いこのシェーダーは、サバイバルの難易度を一段引き上げてくれることでしょう。Rudimentary。プレイステーション1風のグラフィックにインスパイアされたスタイライズドシェーダーです。マインクラフトが発売される15年前のコンシューマー機のグラフィックを再現しているそうで、当時を知る方は懐かしさを覚えるのでしょうか。モザイクと言っていいほどの荒い解像度感がレトロな雰囲気を醸し出していて郷愁を誘います。グラフィック表現を極端に簡素にしているせいか、良好なフレームレートを計測していますね。しかし水中の様子もしっかり見えるのはいいですね。どんなモッド構成の時にこのシェーダーが入るのかは想像がつきませんが、話の種にちょっと適用してみるのも良いのではないでしょうか。夜間は夜空も水面も非常に暗く、明暗のコントラストがはっきりしています。街中に灯るランタンの明かりは暖色系で、この世界に温かみを与えています。陸上は照明がなくても活動可能な明るさを保っているのが救いですが、水上での活動は控えた方が良いでしょう。デフォルト以外の設定では、ヒステリアシェーダーズのような陰鬱とした雰囲気にするホラーモードや、草を非表示にしたり、解像度を変更できたりと、他には見ない設定も用意されています。Comic Shaders。昔の漫画風の見た目を再現するシェーダーパックです。多くのエフェクトはゲーム内の設定メニューからカスタマイズ可能で、自分好みのスタイルに調整できます。今回は使用していませんが、このシェーダーパックと合わせてテクスチャパックレアーボーンズを使用するのを強くお勧めします。点描とアウトライン表現がとても特徴的なこのシェーダーは、今まで紹介したシェーダーパックでもトップクラスの軽量さを誇ります。しかしこの独特な見た目で普段使いできるかどうかは甚だ疑問です。アウトラインや点描サイズの変更は可能ですが、特徴を消してしまったらバニラより性能が低いのにフレームレートが低いという本末転倒な状態になってしまいます。夜間はアウトラインのせいで暗く見えますが、比較的全体が明るく、活動には困らないでしょう。
ランタン灯の照明はブルーム機能こそありませんが、ブロックライト自体がそれなりに明るいため、物足りなさは感じません。ちなみにブロックのアウトライン表示機能はコンプリメンタリーシェーダーズをはじめ他のシェーダーにも比較的搭載されていますので、アウトライン目的であれば他のシェーダーが選択肢に入ります。しかし基本的には設定でわざわざ有効にする必要があるため、設定変更するのが面倒くさい方はこのシェーダーを使用してみるのも良いでしょう。Complementary shaders, reimagined enhanced with Euphoria patches. ここからは番外編となります。先ほどすでに紹介済みですが、設定を最高設定にしてアドオンユーフォリアパッチを追加した状態のリーマジンドをご紹介します。ブロックのアウトライン表示機能も少し欠けているため、全体的にポップな仕上がりになっています。しかし RTX3080 でもこのフレームレートしか出ず、GPU ファンも激しく回っているため、GPU の寿命を縮めそうなので常用はおすすめできません。納得のいく建築ができた時や素敵な景色に出会った時などの特別な時に使用する程度にとどめるのが無難でしょう。夜間は比較的明るめですが、円形の霧が程よく世界を包み、穏やかな夜を演出しています。夜空に浮かぶ星は瞬き、ランタンの明かりは控えめに灯っています。当チャンネルのコンプリメンタリーシェーダーズ解説動画をご覧の方はご存知かと思いますが、ただでさえ設定の細かいコンプリメンタリーにユーフォリアを追加することによって、さらに素晴らしい設定ができるようになり、もっと美しい世界が広がります。Complementary shaders, unbound enhanced with Euphoria patches. 今度はアンバウンドの最高設定にユーフォリアを追加した雨天の世界をお楽しみください。霧に煙る街並み、雨に濡れた石畳に水たまりができる様子は、現実世界では鬱陶しいだけの雨ですが、ゲームの中だとちょっとウキウキしてきますね。薄暗い世界にぼんやりと灯るランタンの明かりが、さらに雰囲気を高めてくれています。夜間は雨が降っていますが、それなりに明るく、照明がある場所ではそれほど困りません。ユーフォリアの機能で、暗い場所ほど彩度が下がるという機能があり、これが有効になっていると、夜の暗がりや地下が多少陰鬱になりますが、とても良い雰囲気になります。今回はマインクラフトのビジュアルを改善して没入感を向上させるシェーダーパックについてお届けしました。
本日紹介したシェーダーパック、どれか一つでも、あなたの心に響くものがあれば幸いです。週末の夜、お茶やお酒を片手に、ゆったりと楽しんでいただけたのであれば幸いです。次回も、お時間のある時にふらりとお立ち寄りいただければ嬉しく思います。さて、そろそろ閉店のお時間となりました。本日はこの辺りで店じまいとさせていただきます。ご来店誠にありがとうございました。あ、チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それではまたのご来店をお待ちしています。